日本の首都東京。この町は江戸時代以降約400年にわたって日本の中心都市として存在し続けています。日本における全ての中心地であり、この町から多くを生み出してきました。近代化され続けているこの町でも数多くの謎は眠ったままになっています。それが東京ミステリー。現在名前が変わってしまったものを含めて、東京には幽霊坂という坂が14カ所も存在しています。今回の東京ミステリーはその名称を現代にも残し続けている幽霊坂を全6回に分けて検証していきます。なぜ幽霊という名称を江戸の坂にだけつけていたのでしょうか。幽霊の名称を用いた理由は、その坂には幽霊が現れていたのかもしれない。そんな仮説をもとに心霊的なアプローチからその謎に迫ります。第1回目の今回の幽霊坂は港区。港区には2カ所の幽霊坂が存在しています。まず最初は三田の幽霊坂。この辺りは江戸城の拡張により八丁堀にあった寺院を一挙に移した寺町になっていました。寺が集まっていた場所であれば幽霊は成仏していていないはず。果たして幽霊はいたのでしょうか。今もいるのでしょうか。乃木坂も今では名前は変わっていますが幽霊坂の一つです。大正時代に乃木坂と改められたこの坂は雪合坂、なだれ坂とも呼ばれていた場所になります。青山墓地が目の前にあるこの坂には幽霊はいるのでしょうか。港区役所のウェブサイトにも幽霊坂を紹介するページが存在しており、住民にも親しまれている港区の幽霊坂を心霊的なアプローチで紐解いていきます。今回から始まります東京ミステリー幽霊坂に幽霊はいるのかという企画になるんですけれども、東京には幽霊坂という名称の坂が14カ所存在しています。そのうちいくつかは縁起が悪いとのことで名前が変わってしまっているのですが、古くは江戸時代から明治大正と名称が付けられてきたということなんです。果たしてこの幽霊坂には幽霊がいたのか、そして今でもいるのかを心霊的なアプローチとして立原みゆきさんに霊視をしてもらい検証していきたいと思います。第1回目の幽霊坂は港区になります。三田にある幽霊坂へ行ってきましたので、こちらの方をご覧ください。はい、こちらの方ノーマル再生でご覧になっていただこうと思います。はい、こういう風に坂にね、名称と説明が書いてある場所が東京都内にはあったりするんですけれどもね。この辺りは寛永12年1635年に江戸城の拡張により八丁堀にあった寺院群20余りが一挙に移されたといういわゆる寺町で、今もその多くが現存している地域だそうです。墓地の横を通る坂なのでこの名前がついたというのも当然じゃないかというふうに言われているみたいですね。さあいかがでしょうか。まあちょっと霊視してみますね。はい、お願いします。はい。出ておいでと言っても出てこないですね。おー、そうなんですね。やはりいないということでいいんですかね。なんか出ておいでって言っても何も出てこないので、まあ江戸の頃から言われている幽霊坂なんですが、まあ先ほども説明した通りなんですけれども、まあ寺院があったりとかね、墓地があったり、で割とその薄暗かったらしいんですね、この当時。江戸とか明治大正のあたりとか、ここら辺はまあ割とうっそうとしていたというところで、いつしか誰かが呼んだのかわからないけど、幽霊がいるみたいだね、
幽霊坂だねっていう風な名称でこういう風な名前がついたんじゃないかみたいな話が結構多いみたいですね。あとは武家屋敷がね、立ち並んでいたっていうところも、こういう風な幽霊坂っていう風な名称がついた場所だっていう風に言われてるみたいですね。気配がないのよね。ゼロなんですね。やっぱり名称だけですかね。多分名称だけかな。いないな。まあでも不思議ですよね。その昭和も含めてそうでしょうけど、江戸時代からですよ。あそこには幽霊が出そうだっていうだけで、幽霊坂って名称がついてしまうこと自体がちょっと面白いなと思うんですよ。確かに。まだ、こう、昭和、平成、ね、令和になってますけれども、もう令和ぐらいになってくると、技術も発展してますし、その情報もね、インターネットとか SNS も発展しているがゆえに、あまりこういう風なね、目に見えないもの、例えば妖怪もそうですし、幽霊とかね、信じない人が多くなってるじゃないですか。そうですよね。ね。だけれども、こう、今でも、そういう幽霊の噂とかね、ちょっとあそこには幽霊が出るらしいよなんてな、うわって言って通るのやめようとか言う人がいるわけじゃないですか。根底的にあるものっていうのは江戸の頃からあんまり変わってないんだなって気はしますね。その、恐れとかね、怖さみたいなものを含めてですけどもね。時代が変わっても人の心はそこまで変わらないんだよね。でしょうね、ほんとね。まあ今ではね、こんな住宅街になってしまってるっていうところもあって、まああんまり幽霊が出るっていう雰囲気はもうほぼゼロですよ、言ってしまうとね。でもまだこの名所が残ってるってのも面白いですよね。確かに。でもいない。まあ14あるというふうなね、形で幽霊坂紹介していこうと思うんですけれども、その中でですね、いくつだっけ ?5 つ ?5 つぐらいかな?5 つぐらいはもう名前が変わってるんですよ。5つでいいんだっけ ?5 個か6個ぐらい。まあそれぐらいはね、名前変わってるんですよね。やはりこの幽霊っていうのはね、あまりよろしくないと。イメージがね。だからこう、名前をね、幽霊坂とかね、そういうふうな形で変えてるところも結構ありますね。ほんの少しもじったのね、じゃあ。ちょっともじってる、その名残は残ってるけど、幽霊っていう文字ではなくそうみたいな。で、全くね、名前が変わってるのも一箇所だけあるんですけどもね。まあ当時はうっそうとしていたんだろうなという場所ですね。こっからね、あれちょっと、ちょっと気配が変わって、当時のそのうっそうとした感覚の中でね、幽霊よりは妖怪の方が強かったかもしれない。あれいや、なんかそんな感覚ありますか？全然幽霊じゃなくて、後ろをついてくるブルブルっていう女の幽霊じゃないや、妖怪がいるのよ。ブルブルって。背筋がこうゾワゾワするよっていう。もののけたちがいたっていう風に今ね、私たちの住む世界があったよっていう風にちょっとだけ聞こえてきたんで、見てくれば多分幽霊だと思う。これは何ですかね。妖怪、実際にその姿形は見えないけれども、霊の集合体みたいな人の形をなさないものがいると。そういう認識でいいですか？というよりは、もののけなので、
暗闇を歩いて後ろからペタ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 って足音がついてくるっていうのをよく聞くじゃない、はいはい。そういうものの類の中から一番近しいのが、女の姿をしたブルブルっていう妖怪がいるのよ。それが近づいてくると背筋がツンと冷たくなって、こう、総気立つっていうかな。で、その姿をふっと見たときに、宙に浮かんだ足のない女の幽霊に見えるのね。うん。で、当時っていうか、ほんと古い、その息遣いっていうのかな。ここもしかすると幽霊よりは妖怪に会えそう。あら。うん。妖怪に会えるかもしれない場所。そう。これは意外ですね。うん。陽気が漂うっていう感覚にちょっと変わったので、霊視をするっていうよりは陽気を感じるっていうアンテナに今ちょっと変わっちゃいました。でもなんか、いるんですか？うん。陽気が漂う場所なので、幽霊に見えるけど幽霊じゃないっていうね。あらららららら、ここね、百鬼夜行って言ってね、そういう者たちが行列して歩くっていう姿を見せてくるから。あら、へえ。百鬼夜行がここ通ってたんですか？通る。あら、すごい。へえ。おー、すごいですね。あれ、まさかな展開になってきましたね。うん、ここ通るよ。へえ。私が行ってる時間帯は通ってないですか、これは。いやいや、通ってるから見えるんだよ。今私が行ってる時間帯にすでに百鬼夜行行われてた。そうそうそう。旗を振って、大きな妖怪が先頭を立って、で、後ろをゾワ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 ついてくる。よく、映画なんかであるでしょ、妖怪たちが行列なすっていう。そういう感じ。ここはなんかとても、すごい、そういう、なんだろう、違う世界が、こう、あるっていう場所。あるんですね。あれ、趣深いですね。ちょっとすごい場所だよ、ここ。私でも今これ目の前も歩いてるんですか、これ。横をね。横？横をね、こう、並走するっていう。並走なんていうの？一緒に歩いてる？そうそうそう。あえてのね、アピールをしてくる。あら、そういう場所であったと。そうそうそう。いうところなんですね。で、ここで消える。あら。じゃあもう、前には行かないんですね。行かない。この空間内、この幽霊坂の、三田の幽霊坂の空間内にいるっていうような感じなんですね。空間の中にちょっとこう並走して、こう、並走ね。並んで、こう、一緒に移動してみたっていう感じ。はい。というわけで、三田の幽霊坂でした。さあ、次はですね、同じく港区になるんですが、こちらの方、ご覧ください。はい、こちらも通常再生でご覧になっていただきます。はい、ご覧の通り、乃木坂なんですけれども、乃木坂も幽霊坂と呼ばれてた場所みたいです。でこちらはですね、乃木大将の殉死を悼み、大正9年に区議会の決議によって改名されたというふうな場所ですね。乃木坂に改名されたのは大正9年。それまでは、幽霊坂と呼ばれてたり、他にも名称があるんですが、雪合坂、なだれ坂、膝折坂などの名称で呼ばれてたのが、ここ、港区にある乃木坂という場所なんですね。いかがでしょうか？はい。ではちょっと練習してみましょう。お願いします。はい。この下にいますよね。あれちょっと待ってください。いるんですか？いますね。あら、今止めた方がいいですか？いや、止めないでそのまんま一回行ってください。ここの場所ですか？そうです。ここからです。ここからエリアが変わります。やはりね、なんかそういうイメージが私もありましたよ。昔初めてこの乃木坂来た時にはね。そうなんですね。はい。
こちら方面は特に何もなさそう。こっちはない。イメージでさっき入ってきたのは、腰曲げて杖ついたばあちゃんがゆっくり歩いていく後ろ姿なのね。でも、あれはばあちゃんじゃないです。またもののけの類ですか？いえ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 、おばあちゃんの姿を見せてごまかしてるけど、あれは違う。幽霊？あの幽霊はおばあちゃんの姿を撮ってるけど、実は違う。違う？何ですか？待ってね、今追いかけてみてね。追いかけて。うわー、耳鳴りしちゃった。ダメだ、こりゃ。どういうことですか？追いかけていったら、耳鳴りでシャットダウンされちゃった。見せてくれない。あれ、割と強い霊？強い。ただ、おばあさんに擬態するというか、なんかそういう風な形で見せてるっていうのは、アピールはするものの正体は見せたくないよってことですね。そうそうそう。何なの、この霊は。いい霊、悪い霊で言うと？悪い方です。悪いんですか？妖怪ではない？妖怪ではない。本当に霊なんですね。霊で、いきなり耳鳴りでキーンってくるのはよろしくないので、何挑戦してきてんだろうっていう私の中で今ね、イラッときました。立原さんに対して挑戦してきてるからってことですか？わかった。これね、人じゃなくって、動物霊。狐？タヌキ。タヌキ？だから私に挑戦してきたんだ、今。化かしてきてるってことですね。そう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 。聞いちゃった。ほら。なんか言いたいことも特にあったわけじゃない。なくて、ただ挑戦してきただけみたいな。面白いですね。ここの霊たちって、動物霊とかも混じっているので、もしかすると化かされる可能性が高い場所ですね。そうなんですね。いや、びっくりですね。まあでもあれですよ。ここは心霊スポットじゃないんですよ。幽霊坂という名称があるので紹介してるだけなんですが。そうなんですね。やっぱりなんか、これミステリーですね。やっぱり東京ね。不思議ですね。ミステリーですよ。幽霊坂に幽霊はいるんですね。一応、なんかね、それっぽい、あれっていうような感覚から、まさかの動物霊？バレたらいなくなるっていうね。不思議ですね。第一発目ですよ、このね、幽霊坂に幽霊はいるのかっていう企画を考えて、第一発目に港区を持ってきたのはなぜかというと、おそらくこの港区にはいないだろうという想定のもとで私は一発目に持ってきたんですが、両方ともね、三田にしろ、この乃木坂にしろいるっていうふうに言われちゃうと、いよいよ面白くなってきたなって感じになりますね。ましてや、化かしに来るってさ、何なのよって。ですよね。こんな一等地にもいるんですね。まあね、今眠らない世界になっても、この片隅にはいるのかもしれないね。でもその他ね、これ2箇所目で12、残りが12箇所あるわけですけど、12箇所中、ここにはいないねって場所もあるでしょうね、きっとね。いや、もちろんあると思います。いやー、そうですか。意外ですね。全14回すべていないねっていう感じの終わり方をね、想定してたんですけどもね。で、動物霊ってね、後頭部とか頭を締め上げてくるんだけど、ここのも後頭部と頭をちょっとこうグイグイ来るわけさ。追っ払ってもいいかしらね。どうぞ。
追っ払うわ。じゃあこちらはこの辺でちょっと終了しようかなと思います。さあ、いかがだったでしょうか。いやー、ハードですね、意外に。対応しきれるかなってちょっと不安になるぐらい、系統が違いますね。ましてや、このね、いろんな妖怪たちの、息づいているこのエネルギーとか、まあ、今回私が今遭遇したのはタヌキさんだったけれども、人だけじゃないっていうところが、すごくなんか、東京って魔界都市なんですかって言いたくなるような、不思議なエネルギーをすごい醸し出す。だからこその幽霊坂なのかしら。いかがだったでしょうか。今回の東京ミステリー、幽霊坂に幽霊はいるのか。百鬼夜行が現れたり、タヌキに化かされそうになるなんて、誰が予想できたでしょうか。何もなくて当然。しかし、そこに何かいるとしたら、怖くもあり、見てみたくもなる。でも、やはり近寄りたくはない。そんな思いは、江戸時代の人たちも同じだったのかもしれません。江戸時代の人たちや明治大正時代の人たちが一体何に恐れを感じ、どういう風景が見えていたのか、そんな想像をしながら見てみてください。きっと違う見え方が見えてくるはずです。東京ミステリー、幽霊坂に幽霊はいるのか。また次回をお楽しみに。